これ私があげたんでしょ。いやまあでもね。いやでもまあ置いてきましたね。いやもういいの必要ないかなと思って。向こうにもあるの？いっぱいあります向こうに。だけどいっぱいカバンの操作があるからね。これ私がないかなと思って娘の時にあげたんですよ。娘のやつとか。だからそれは、この夫婦に判断はさせられないわよ。もうママがそれは判私が捨断しないと。てていいって。私が捨てていい。でもまあなんかちょっと雰囲気悪い一旦埋めるっていうのでもいいと思うよ。うん、じゃあもう埋めましょう。もういいや、もう好きにしなさい。今回の週末ビフォーアフターは出産間近のご夫婦のお宅の続編でございます。体調が優れず片付けが進まない奥様を緊急レスキューするべく作業をしてまいりましたので、続きをご覧ください。おはようございます。ありがとうございます。決戦の一日なんですが、昨日なんかいろいろ話し合いしました。ここはまあこう安心して育児ができる、そうね我々ができるような部屋にしたいということと、あと部屋はちょっとやっぱり分けた方がありがたいなということを。なるほどね。パパはそれこそ片付くんであれば一緒になっても別にいいんじゃないみたいに言ってたけれども、やっぱ今後の仕事の都合上分けた方がいいということよね。でだからさ、一つ物の部屋を作れないとなったらやっぱり結構相当量のものをどこに寄せるかとか埋めるかの話じゃない。優先順位こっちなんで、はい、なんで私のエプロンやってんのよ。しかも野良仕事みたいなそんな帽子かぶっちゃって、もうバンバン映るから、もう最初から言うわよね。おかしな人がワンツーって言いますけど、お母さんとこの家の旦那だっていうことでご了承ください。はいということで、じゃあもう一回改めていきますか。今日頑張るよ。せーの、えいえいおー。洗濯動線の話、そもそも洗濯はこのベランダでやる感じ？いやもう洗面のとこで洗濯機回して乾燥するか、浴室乾燥して、浴室乾燥して、それでどこでなんか畳むとかがリビングに持ってきちゃって畳んで、そうだよね。でそうなった時に洋服ダンスがあっちにいっぱい溜まってるから、あっち側にお父さんのをまとめたらいいかなと思ったんだけど、あっちもあっちでスペースを作らなきゃいけないっていう話じゃん。だって、はい、母ちゃんが寝たりとかいろいろねってなったら、衣類収納をある程度こっちに持ってきた方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、それはどう思う？大丈夫？はい、で全部持ってきたら大変なことになっちゃうから、ある程度今稼働しているものだけをこっちに持ってきて、でシーズンオフ的な今稼働してないものは部屋の奥で、っていうような形でアレンジしても大丈夫。はい。からやるんだったら、これさ3つだと思ったら2つなんだ。そうなの。だからまあだからこっちが個室で、こっちがリビングあたりかなっていう感じで。はい。だからすごいんだって、布団の量が。座布団ね。座布団。でどうする？でもやっぱり上げ下げできたらいいわよね。本当はね、ベッドが欲しかったらしいんですよ、ここにね。だからベッドを置くように和式の上にね、板を乗せてね、へこむでしょ。だから板乗せたんですけど、この板でこの子が寝たらね、腰が痛くなってしまってね、この板が硬くて、ほんでこちらに避難してきはったんですよ。だから追い出されたのもあるよ。本当は腰痛いの、直接引いて寝るには。まあだったらこんだけマットレスなんだから2枚とか3枚とかちょっと厚くして寝るっていうのも手よ、今は。だって今日ベッドを買ってくるとはできないんだから。だからそのためにはどれとどれ使うみたいな話なの。でもここにあるマットレスは結構硬めのマットレスよ。何がこれ？それ嫁入り布団やの。そうだからこれの上に布団を引けばそんなに腰痛くないんじゃない？っていうように今あるものを最大限活用して、でおいおいなんか家具とか増やしていけばいいんじゃない？わかりました。はい。
それであともう一つこの私がお部屋で気になったのは、ほぼもろ出し収納じゃない、でもろ出しはちょっと一旦私の方に移動して、こっちはなるべく、景色を、そうですよね。だから意外とカラーボックスあるじゃないですか、カラーボックスはこういう押してる中とかそういう中に仕組みで使わせてもらって、で衣類収納がそしたら並べられるので、そういう感じで、はい。晴れてさら地になりました。どんな風に寝ようかなってことです。理想はこう横に寝たり。こう、はい、こうワンツーね。はい、オッケー。じゃあそんな感じで、でさっきも言った通り、とりあえずこっち側にいる時間も長くなるし、多分ねあっちはね北の間っていう感じでね、しばらくはねヒューっていう感じになると思うわけ。まあ変な話 1LDK で暮らすみたいな。イメージで、今日作っちゃうんで、ちょっとここに衣類収納持ってきたんで、それをちょっとセッティングさせてもらって、で低いじゃない、でそれがちょっといいかなと思って、それをこっちに調整させてもらうのね。じゃあやりましょう。はい。なんかちょっと置く場所が作った方がいいかなっていう、ティッシュとかなんかこうおむつのなんかするやつとか、まあだからでそれはそれで置いとく。でこれはちょっとこの敷地だってそこのね並びもどうなのって話。寝るときに読んでるんでしょ。じゃあ一旦そこにする。一旦そこにする。じゃなくてこれをね、まんままんま。寝るときに使わないのは上にでもいいんですか？全部使わない。商品はまあ押し入れの中とかでちょっとぶっ込んじゃって。開ける。これさ。でほらここにそういう、これザ・バッファゾーン、おなじみ。そうです。こんな感じ。今稼働してるでしょ。これもそうですね、この中の、入れといていただければ。大丈夫ですか？大丈夫です。これ大丈夫です。これ大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。これは、それ、妻のです。私よりよく知ってるね。メインで。端っこの方にいるわ。はい。あ、これもそうです。捨てましょう。はい。これも使っております。本当にいいの？あんなに物を大事にしてる人やったら。いやいやいや。言っときますけど、私捨てるシューハじゃないわよ。はい、シューハが違いますよね。違うことで、はい。入るよ。入りますよ。あ、でも大丈夫です。大丈夫です。はい。これをはい。これを機に。スカウトされちゃうわね。いやもう世界切ります。あれでしょ？別にそんなにこだわりがなくて面倒くさくてそのままに出たものがいっぱいあるってことよね。可愛いからなんかね、合わせたからいい。電気なんとかで。あ、使うね。
寝るとき。いやもうこれも処分しましょうかね。どこに置くか聞いてください。なるほど、じゃあ寝るときに聞かましょう。寝るときね。はいはい。寝る時以外でどこで使うんだよ。反対ですよ。はい、そこで、はい、ありがとうございます。はい。これ私どうですか。すげえ酒。すみません、そうなんです。ちょっとこれ友達。酒すごいです、それ。そういう人なの。いや、あんまりですね。飲まないんです買うと飲まなくなってきて、買うまでいただいたんですけど、ちょっとなんか翌日のあれがだんだん年取ると。酒そこだけじゃないですね。それ一番下。すみません、なのでちょっとはい。玄関とか。頑張ってお料理で使ってるけど全然減らない。なかなかそうなんです。昔ほど飲めなくなってきてました。だからここまあ別に飲めるかは別にして、ここはもうすごいこういう使える場所だから、こんな動かないものをね置いとくのはどうなの？でも向こうも向こうで入る場所がなくて、台所もいっぱいだからね。本当はそこを違うことで使いたいけど。一旦父ちゃんの部屋に移民オペっていう手もあるよね。はい、そうですね。はい。別にこれがあるからってもう飲みたい衝動に駆られて大変なことになる。大丈夫です。大丈夫です。でも稼働率を上げるためにこの辺とかをテントをプラスするので家具横にいらせて、それとセットで使うものがここにあったらもっと答えるので、だからこの薬系だよね、どこまで出すのがいいか、どれぐらい毎日飲んでる？あ、もうつばしか多分毎日飲んでるものはなくて、はい。はい。あとは全部ストックですね。はい。大丈夫です。そんなにゴールデンになってもね。はい。それをちょっと教えてほしいかな。はい。この中で、はい。ママとパパで、この前の捨てなくていいんで、はいはい。あんまり使わないの教えてください。あんまり使わないです下に埋ね。めちゃいます。わかりました。ちょっと待ってください。逆に使うものからいいですそうですね選ばないですよね。じゃあ教えてほしいのが。これはもうじゃ待ってください。1番から。入らない？カップ&ソーサー系はちょっと厳しい？いや、いいです。はい。しちゃってもね。何でもいいです。でもそれであっちでですよ。あっちで出す。向こうに行っていいね。向こうに行っていいと思います。向こうで処分できる？あ、処分する？そうなんですよね。これは私があげたんでしょ。まあでもね。いやでもまあ置いてきましょう。置いてきましょう。向こうに。いいの。私があげたからっていうのは必要ないかなと思って。向こうにもあるの？いっぱいあります向こうに。逆にいっぱいカバンの操作があるからね。これ私がないかなと思って娘の時にあげたんですよ。娘の家の時に。いやだから、もういらないから捨てていい。だからそれはこの夫婦に判断はさせられないわよ。もうママがそれは判私が捨断しないと。てていいって。私が捨てていい。でもまあなんかちょっと雰囲気悪いけど一旦埋めるっていうのでもいいと思うよ。じゃあもう捨てましょう。じゃあもういいや、もう帰らない。はい、もう好きにしなさい。好きだった？いやではお気持ちを。お気持ちを。鬼いいって言ってるから大丈夫よ。私ね。おお。で、そうね。だからこのガラス扉いるのっていう話。いらない。わかんない。いらんとか言ってる。いや。いや、いつも一応閉めてる。半分開けてます。どっちをよく使います？こっち。こっち？はい。こっちは開けてるからね。そしたらこっちがよく使うものにして、こっちがそうでもなくて平気？それもここでいいと思う。
できるとしてそうねで要改善でで、はいもうここもうちょっとで、うもうあっちの、パパの部屋のん本棚だけ動かさないと、そうね他のものをちょっと入れれないんで、 OK それは始めていいですか？そうね誰かが誰はい誰かが誰が誰かがそんなことないんだけど、もうなんかもう本が泣いてるよあれ。はいじゃあ困ったら問題は向こうよこの家はどっちかっていうとこの家ってここに座りながら水を飲んだりコーヒーを飲んだり薬を飲んだりってもう超ズボラ一家なんですよ。でやっぱりこういう見えるところは景色を重んじる古方式としては、あまり稼働するものがあるのはちょっと雑然としちゃうからあんまり好きじゃないんだけど、でもやっぱりズボラはズボラなりに生きていかないとダメなので、ズボラでも綺麗な状態をキープするためにいつも使うものをここにギュッとね、縮小してこの中でやりくりをする、飾ることもしつつちょっと上がる、もう、ここだけで回る、棚を作っているということでございます。ただね、もう一つワンポイントね、ニューサニーシールドでございます。サニーシールドの上を行ってる。はい、AG プラスでございます。AG プラスでございます。これはね、いいんですよ。ニューサニーシールド、あなたの暮らしに張り艶潤いを。私の人生と私のお肌の張り艶には効きます。香り塗るものではございません。家ってね、ゴシゴシやってダメなの。やればやるほど汚れもたまるし、どんどん汚れが深くなっちゃうから、こういうサニーシールドで汚れをつかないように暮らすっていう、もう今までにない概念ね。あなたのお宅でもぜひ。こんなことやってる場合じゃないんだよ。大カット。先生、当初のあれを見た方が良かった？当初は全然もっとひどかったから昨日より。あ、そう。全部段ボール。でもまああの段ボールを見れば、まあ私が来るまで相当頑張ってると分かるから。本だってね、ご主人さんね、400冊捨てて、その後また捨てたの。500、600冊ぐらいは捨ててる。その後も。もうね、本が好きな人ってのは捨てた分また増えるから、まあ、だから今回はいい機会になったのかもしれない、もういくらでも増やしてもいい彼の個室は必要なんだと思う。でもそこ一個をはみ出さないでっていうような暮らし方はお願いしなきゃダメだよね。はい、ということで、とりあえず午前中の作業が無事終了いたしました。かなり物がこちらに寄っちゃっているんですが、取り急ぎこちらの、アフターから見ていただきたいと思いますので、皆さん一緒に見てください。はい。どうぞー。おお。何ですかこれは。どうでしょすごい。う。生まれ変わったすごいです。なんか。明るくなりました。お父さんは今自分の部屋が大変なことになっちゃってるからここのね後半戦見てなかったと思うんですけど、ここでね赤ちゃんがいてもあったかくここでスペースで遊べて、でしかもね、なんといってもこちらのリビング側の物出し収納がなくなったことにより、だいぶこの周りがすっきりしてると思います。はい。もうすっきりです。物もなくなりました。そう、はいもう白い壁が見えているから、はい非常にねすっきりしていて、でだからといって何もなくなったわけではなく、でちょっとここねラウンドできなかったんですけれども、テーブルを少し、寄せさせてもらって、なんとこちらが機能的な食器棚に生まれ変わっています。全部毎日使うものということで、左側をトップオブザゴールデンとしていつも使うものと、まあ、たまに使いたいものと、でこちらにはこのね周りで使うような体温計だったり爪切りだったり綿棒だったりっていう細々としたものが入っていて、こちらねコースターが入っています。でそしてこちらお茶のストック、お酒がたんまり入ってて、どんだけアル中やねんと思ったら全然最近飲んでないということで、とりあえずここは稼働するものだけで
出して戻すってことができるようになったらいいと思ったので、このように入れております。この家とても飾るもの好きよね。だからさ、父ちゃん大好きな車だったり、こういう小物だのもで、これガラスの中に入ってるとホコリがたまりにくいということで、ね、こうやって見てれば美しく見えるでしょ。いいですか。フル型式は物を減らすことよりもね、こういった景色良い部屋で暮らしましょうがやっぱり大事なので、やっぱ景色のいい空間の中で家族仲良くニコニコしながら暮らすっていうのが一番大事なことなので、この景色を壊さないようにここも出したらしまうってやって、これ見てください、このカウンター。この白さと輝きは私のおかげです。今までここにいっぱいいろんなものが飾られてたり置きっぱなしにされてたりして、もうここももう手入れしたりができなかったけれども、今日からはなんとここから手入れしたりができます。はい、なんでここを開けとかなきゃいけないかって言ったら、やっぱりそこで稼働するものがここで下げられたらこの動線で早いんだけど、ここにいっぱい置かれちゃうとぐるーっと回ってシンクに下げなきゃいけないってすごい動線が長くなっちゃうので、やっぱりここが何もないだけでものすごいリビング明るいんですよ。だからここにいて何か家事やってても、今日はね仕事でこんなことがあってねっていう会話もできるようになるの。だから絶対にここが物のバリケードは作っちゃいけません。わかりました？はい。ここはね、もう純子の象徴として毎日拭いてくださいよ、このサニーシールドで。いいですか？ニューサニーシールドを AG プラスで拭くのよ。はい。で、この部屋で一番変わったのは、なんといってもこのタンスが奥の真靴から救出されました。はい。ここにあるだけでちょっと出し入れもしやすいって、この家具とこの家具の色合いもすごくちょうどいいから、この景色の中にこれだけ大きい家具があっても赤ちゃんのね衣類とか入れるのにもちょうどいいサイズだと思うので、うまく使っていただいて、この中はちょっと整理はされてないので、よく使うもの、稼働するものを中心にここでアレンジしていただきたいと思います。はい、ということでリビング気に入りました。とっても気になりました。なんかちょっとね、ヒーヒーハーハー言ってたのもね、ちょっと笑顔が増えたからこうなってよかったかなと思います。で、問題は隣ですよ。ここに奥さんと母ちゃんが寝て、隣には父ちゃんしか寝れないようなものの牙城を作ってしまったせいで、新婚なのにもかかわらず別居が続いてたこの家に何としてでも家族一緒に寝てもらいたくて空間を作りました。どうだったか見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。どうでしょう。何にもない床がすっきりしてる。いかにもろ出し収納が減るだけで景色が変わるかっていうのがこの部屋を見るだけで分かると思います。しかもあなたたちまたこれも増えてるのよ。これも真靴から救出されたタンスでございますよ。まあ私にはちょっと低いかなと思ったけれども、お母さんとか赤ちゃんのねグッズを入れるにはちょうどいいね高さで、圧迫感もなくて、なんならね取り込んだ洗濯物をここで畳んで入れることもできるという、非常に作業スペースとしてもいい棚になったと思うので、奥のお部屋にあるよりもよっぽど機能してとてもいい収納だと思います。やっぱりこうワークスペースで仕事のものは分けたとしても、洗濯物は分ける必要はなくて、でそういったものをよく見るスペースにあるだけで全然家事効率は上がって、やっぱり赤ちゃん目離すとねちょっと嫌な時期もあったりすると思うので、ここでとりあえずこの1年は過ごしていただいて、押し入れにもだいぶスペース作りましたよ。はい、見てください。どうぞ。じゃーん。ここに隠すスペースを作ったから、あそこにずらーっと並んでた棚がいらなくなったってことですよ。これ嬉しいでしょ。嬉しいですね。ここにねアイロンもありますよ、奥さん。だから別にわざわざ机出さなくてもここでアイロンをかけられるんですよ。
洗濯物でも何でもね、とりあえずここに取り込んで隠すことができれば、もうゴロゴロでもグダグダでも家族でここでゆっくりすることができるので、とりあえず使って戻せないものに関しては一旦ここに隠して、ここに心のゆとりと書いてバッファゾーン。皆さんいいですか？皆さんご唱和ください。せーの、心のゆとりと書いてバッファゾーン。はい、もう一回いきましょう。せーの、心のゆとりと書いてバッファゾーン。はい、いいですよ。それテスト出るんでね、ちゃんと覚えておいてくださいね。とりあえずまあね、パソコンでもなんかいろいろね使うものがあったら一旦ここに戻してもらって、お休みいただければ、なんかね、この景色の状態で目覚めるって全然違うのよ。気持ちいいよね。ちょっともうこの3人のスリーショット、何も言わないけどお母さんわざわざ地方から出てきてどうよ。嬉しいね。もうさ、嬉しいと人って言葉が出ないんですよ。あんだけ私の前でベラ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 喋ってたくせに、いきなりアフターになった瞬間に黙る人が嫌いです。大丈夫奥さん。泣いてる。泣いてる。だからそれだけ一生懸命お母さんもなんとか娘のためにやりたいと思って頑張った収納があまり機能してなくて、部屋はどんどんすさんでいくし、なんかどうにかしたいと思って、実は3人で記念セミナーも来てくれたんだよね。でもやっぱりその時にどうしてもその出産する前に何とかしたいという、ね、強い思いが伊藤まなみさんにつながり、もう純子は多分妊娠して生まれる直前だったら来てくれるよっつって私もやってこれてよかったなと思います。ただですよ、お母さん泣いてますけど、あっちは地獄なんですよ。今の段階ではもうあんな状態ですよ。もう大変なことになってるんですよ、こっちが。ほらもうタンスが抜けただけで動いてないものの山たちがもう大変なことになっちゃってるから、まあこれはどうにかしなきゃいけないんだけど、ただ今日の決着をつけなきゃいけないから、あと2時間、もうタイムリミットの2時間しかないけどやってって、最高の出産ができるように頑張ろう。はい、じゃあもう一回いくよ。せーの、えいえいおー。よし。はい、ということで押し入れを見直すことによって子育てがしやすいリビングダイニングを作ることに成功いたしました。問題は大量に物が寄せられた夫婦の個室です。ということで次回の週末ビフォーアフターはパパの活躍でこの家が生まれ変わります。どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。チャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。はい、カット